です。今回ちょっと変わった始まり方をしてると思うんですけど、以前からすごくリクエストが多かったのが、僕の包丁の紹介動画をっていうのが結構多く拝見しまして、多分新しくこの包丁とかを購入したりもしてたんで、多分それもあると思うんですけど。で、僕自身ものすごく包丁が好きなんですよ。危ない意味じゃなく。なので僕からしてもぜひとも撮りたかった動画なんですよね。で、僕ものすごく包丁愛がすごいので、下手したら2時間ぐらいはもうずっと喋り続けちゃう可能性もあるぐらい包丁が好きなんですよ。なので今回、こういった感じに分けてみました。まずざっくりと、こういった包丁が何本あるっていうのをまず紹介して、で、さらに詳しい説明とか、こういった銘柄のを使ってますっていうのと、あと値段とか、あとは使用用途とか、そこら辺をお伝えして、で、最後にマニア向けというか、新しく包丁を買おうと思ってる方向けの話になると思うんですけど、僕の包丁の材質とか、なんかさらにもっと詳しいなんか座学的な話になるかと思います。そういった流れで今回の動画を撮っていこうと思います。基本的に僕の包丁は全部バッキバキに研いであるんで、刃先がこっちに向いてるのがめっちゃ怖いんですよね。もしこれがポロンでも押してきたらね、ぐさっていきますんでね、良いかは真似しないでね。ではですね、早速本編の方へどうぞ。1時間目。ざっくりとした種類と数のご説明なんですけど、和包丁というか、片刃の包丁が、出刃包丁が2本と、柳刃包丁が2本。片刃はこの4本ですかね。ちなみに片刃の包丁っていうのが、こういった形をしている包丁ですね。で、残りが両刃の包丁なんですけど、こういった形状をしている包丁ですね。で、それが、ナッキリ包丁が2本。で、三徳包丁が2本。で、この包丁なんですけど、こういったなんか特殊な形をしてるんですけど、一応これダマスカス仕様の、切り付け牛刀になります。切り付けっていうのがこういった形ですかね。で、これを、収録で基本使うものと、今はあんまり使ってないかなっていうのもあるんで、それをざっと分けてみようかなと思います。では行きます。せーの。こちらの4本が、収録用とか1軍メンバーですね。で、こっちの出刃包丁とナッキリ包丁はもう今はほぼほぼ使ってないですね。でも手入れはちゃんとしてあります。こっちのちっちゃい出刃はたまに使ったりしてますかね。収録外の普段の調理とかで。ちっちゃなアジをおろしたりとかね。で、こっちの3本が、なんていうんかな、準レギュラーというか、ベンチ入りメンバーって感じです。この2本がすんごく軽い三徳包丁なんで、大量に仕込む時とか、ああいう時に結構使ったりしてますね。腕に負担が来ないように。で、この柳刃は動画にはほとんど映らないんですけど、もうほぼ限られた用途でしか使ってないですけど、一応結構使ってますね。どういう風に使ってるのかっていうのはまた次のパートでお話ししようかなと思います。ざっとこんな感じかな。で、以前も一度包丁紹介動画というかそういったものを撮ったことがあったんですけど、あの時とはちょっとラインナップが変わってて、今ここにないものは、例えば実家でうちの母さんが使ってたりとか、あとはオフ会イベントの景品とか、そういった形で皆さんにお渡ししてたりとか、そんな感じですかね。これでざっくりとした説明は終わりということで、また次のパートへどうぞ。2時間目。はい、ということで今こちらにキッチンに移動してきたんですけど、より見えやすいように。こちらが片刃の和包丁シリーズというか2本なんですけど、この出刃包丁もこの柳刃包丁も同じメーカーというか、そういった感じですね。日本橋木屋さんの、伊豆付きの出刃包丁と柳刃包丁。で、長さが6寸と9寸なんで、これ18センチ、27センチって感じですね、この刃渡りが。で、特に表面仕上げとかそういった感じの発注とか何もしてないんですけど、もう磨きすぎて、もう後ろのカメラがこうやって普通に映るぐらいまでもうピッカピカになってますね。で、1本ずつもうちょっと詳しくご説明していくと、もちろんこちら出刃包丁なので、基本的にはこういう風に魚をおろすときに使います。てかちょっと身が残っちゃったけど。で、大体僕は腹骨をすいて柵に取るとこまで出刃でいく感じですかね。で、この出刃包丁ってこういった魚の骨とかを、こういった感じで割ったりもしますんで、僕の出刃、こっから先はもう結構ビッカビカに研いでるんですけど、この顎のとこっていうんかな、根元のところ。ここは逆にあんま研いでないんですよね。研ぎすぎちゃうと骨を割るときに刃が欠けちゃうので、なんかそういった感じでこの包丁は手入れしてますね。でもちろん魚だけじゃなくて、こういった手羽先とかを、
こういった感じで割るときなんかにもこの出刃包丁を使ってる感じですね。はい、次。続いてこちらの柳刃包丁なんですけど、もうこれはもう言わずと知れた刺身を引く包丁って感じですかね。で、刺身を引くだけではなくて、この皮引きとか、もう大体柵に取ったらあと全部もう柳刃包丁のテリトリーって感じじゃないですかね。最近僕頭から取るのにハマってるんですよね。クッキン側が残らん。そしたらあとこういう風に刺身に取っていくんですけど、この時に刺身のこう付け合わせでこういったレモンとかすだちとかを添えることがあると思うんですけど、こういったのをこの包丁で切るとこれ鋼なんでこれ一発で錆びるんですよ。なので先ほどご紹介した準レギュラーというかベンチ切りのこっちの柳刃包丁を使ってる感じですね。こっちは鋼なんですけど、こっちはステンレスなんで、こういう風にレモンとかすだちを切ったりとか、あとはこういったしめ鯖とか切るときにもこれ使ってる感じですね。でこっちの一軍と準レギュラーの柳刃は両方とももうバッキンバッキンに研いであります。っていうのも、例えばこういったアジの身にこう細かい切り込みをこうバーって入れるときとか、切れ味が良くないとこれ細かく入んないんですよね。切り口が潰れちゃって。でこちらの和包丁シリーズの値段なんですけど、こっちの日本橋木屋伊術木の柳刃包丁と出刃包丁は1本27,000円ぐらい。こっちの準レギュラーというかベンチ入りメンバーの子はこの子は2000円ぐらいでしたかね、調べたら。ちなみにさっきのざっくり紹介の時にご紹介したこれが一緒に入ってた3本セットのやつ、あれ全部1本2000円ぐらいでした。でこのメーカーなんですけど、確か成平だったと思います。プリントだったんで彫ってるんじゃなくて、いつの間にか消えちゃいました。でも確か成平だったと思います。こんなんできちゃいました。牛尾汁と釜とハラミの塩焼きと刺し盛り。ただ僕今日あんまりお腹が空いてないので、どうしようかな。誰か後輩でも読んでこれ食べてもらおうかなと思います。はい、とりあえず次へ行こう。ここから両刃包丁の、切り付け牛刀とナッキリ包丁、三徳包丁のご紹介ですね。多分一番皆さん気になってるのはこの包丁だと思うんですけど、この包丁がですね、こういったちょっと変わった形状をしてまして、こういった切り付けの形をしてるんで、ものすごく先端が効きやすいんですよ。なのでこういう風に鶏肉なんかを切るときに切っ先がビッと効く分、皮をスッと切れるんですよね。こんな感じでこう鶏肉とかお肉を切るのがすごく優れてる包丁だと思ってこれを購入したんですよ。なのでもうお肉関係は全部この子にお任せしてて、ただこれ牛刀なので、しかも刃当たりこれ20センチあるんですよ。結構大きいものを購入したっていうのもありまして、もう野菜でも何でももう万能包丁としても使ってる感じですね。ただ逆を言えばここがすごく脆いというか、なんていうんですかね、繊細な部分なので、例えばこういった長ネギとかをみじん切りするとき、僕の動画でいつもこういう切り方をすると思うんですよ。この切り方、この角度から見ると切っ先がこう当たってるんですよね。こういう感じで。なので切っ先がまな板にガンガン当たっちゃうんでちょっと怖いんですよ。だからこういった長ネギのみじん切りをするときは準レギュラーのこの子が登場します。ホームセンターで購入した1000円のステンレス包丁ですね。しっかり研いであげればもう全然切れますんで。っていうか実際もうこの包丁1本あればほとんどの料理できるんですけどね。であとはこの子を使わない時としてはこういったキャベツの千切りとかをする時、もちろんこの子でもいいんですけど、やっぱこっちのナッキリ包丁の方がこうなんていうんですかね、刃がまっすぐビッと入ってるんで、この子でちょっと包丁がこう先端部分まな板に隙間ができるんですよね。わかるかな。でもこの子はまな板にビターッと生きてくれるんで、千切りがつながっちゃうってことが少なくなるような気がします。これも繋がっちゃってるんですけどね。まあ
でもやっぱ千切りはこっちの方がやりやすいかなって感じがありますもんね。で、こちらのメーカーとお値段なんですけど、こちらが青木刃物製作所さんの酒井孝之33層ダマスカス切り付け牛刀刃渡り20センチのやつですね。で、こちらがかっぱ橋つばやさんの、黒内中切り包丁。で、これホームセンターで購入したステンレス包丁。で、値段が確かこれ2万円前後ぐらい。で、これ1000円。で、こちら視聴者の方からいただいたものなので、そのお値段がわからないんですけど、強いて言うなら、プライスレスって感じで。で、こちらは2万円前後しますけど、やっぱ使い勝手とか、手入れが楽っていう意味では結構僕気に入ってますね、今これ。で、ちなみに僕の包丁、基本的なのは全部バッキバキに研いであるんですけど、これが僕が普段使ってる砥石でして、腹砥石と中砥石と、仕上げ砥石。これ中砥石っていうのか中砥石っていうのか僕はちょっとわからないんですけど、僕の包丁の研ぎ方とかこの磨き方とか、もしこの動画の反響が多かったりとかコメント欄で研ぎ方もお願いしますっていうのがすごく多く来たら動画にしようかなと思います。やっぱ研ぎ方ってもう人それぞれだと僕は思うんで、僕の紹介をしてもなと思ったりはするんですよね。もし僕の包丁の研ぎ方とか気になるよって方はコメント欄にコメントを打っていただければと思います。ちょっと変わった研ぎ方は僕はするんで。西の鶏肉のネギ塩レモン炒め。なんかこんなんできました。一応これで全部の包丁の使用用途、メーカー、値段とかを全部お伝えした感じかな。ではここからさらに詳しいマニアックな内容になりますんで、多分男性の方とかは好きかもしれないです。モンスターハンターの武器のなんていうかな、素材の話をしてる感じがして、ただ女性の方とかはもしかしたら白目を向くかもしれないですね。では次のパートへどうぞ。3時間目。ということでここからパート3の方ですね。で、さっきパパッと作った料理なんですけど、多分今向こうのリビングの方で今僕の後輩が食べてるかと思います。ジンくんうまい？うまいです。で、ここからのお話は多分この2本の和包丁の話が多分メインになってくるかと思います。俗に言う鋼の包丁ってやつですね。でまずこういった鋼の包丁とまず2種類にまず大きく分けられるんですよ。霞の包丁と本焼きの包丁ですね。ちなみにこちらは両方とも霞の包丁です。じゃあ霞の包丁と本焼きの包丁が何が違うかっていうと、霞の包丁が鋼ともう一個軟鉄っていうのを合わせて作ってる包丁で、本焼きっていうのがもう鋼だけで作られた包丁って感じですかね。ちなみに霞の包丁と本焼きの包丁でいうと、本焼きの方がもちろん高いんですけど、段違いに高いですね。段が一気にパーンと跳ね上がります。で、見分け方というか、もうすぐ見てわかるんですけど、これ見えますかね？こことここの色が違うの。ここが鋼と軟鉄の、つなぎ目部分ですね。なので、霞の包丁の場合、この鋼の部分がなくなると、もう刃があんまりつかなくなるんですよね。だから刃がつかないというか、もう刃がなくなるんですけど、本焼きの場合、極論言えば、もうここまですり減っても研ぎまくって、ちゃんと鋼なので刃がつくんですよね。だから本焼きの包丁は一生ものって言われるんですけど、僕程度の腕前しかない人間だったら本焼きを買う必要はないかなと思ってですね、僕は霞にしました。で、包丁の値段って、例えばこの長さとか、ここの材質とか、そういったものも変わってくるんですけど、一番大きいのはこの鋼の種類なんですよ。ちなみに僕が持ってるこの3本は全部白紙2号っていう鋼でできてます。で、今白紙2号ってポンって言いましたけど、多分もうほとんどの方がもう頭の中に大きなクエスチョンマークがポカンって出てると思うんですよ。なのでちょっとこれをご説明すると、今ざっと書き出してみたんですけど、やばいですね。僕の包丁愛がもう溢れ出してますね。これ大丈夫かな？とりあえず行こう。まずそもそもって話なんですけど、包丁の鋼材って日立金属さんの、島根県は出水地方にある安木工場で作られる安木鋼っていうので使われるんですよ。で、ここにざっと書いてあるのが、包丁の鋼材のことをバッと書いてみたんですけど、まず大元の鋼から不純物を減らすと、木紙って言われるものができて、ここからさらに不純物を減らすと、白紙2号っていうのができて、で、この白紙2号っていうのが僕が使ってるこの包丁の材質ですね。で、この白紙2号に炭素を加えてもっと硬くしたものが白紙1号。ちなみに炭素が入ると硬くはなるんですけど、硬い分書きやすくなったりします。その分切れ味とかはカッと上がるんですけどね。ここが俗に言う白紙っていう材質ですね。
じゃあこの青紙って何かっていうと、白紙2号に炭素を加えて硬くしたものではなくて、白紙2号にタングステンとかクロームとかを入れて、硬さも増やしながら粘り強さも加えたものですね。だから白紙2号より粘り強さがある分、なんていうかな、切れ味が落ちにくいというか、そこに長切れするって言いますね。で、この青紙2号にまた炭素を加えて硬くしたものが青紙1号。正直もうこの段階でもうバカほど値段は高いんですけど、この青紙1号にさらにタングステンとかクロームとか炭素とかを入れてもっと強くしたのが青紙スーパーと言われる鋼材ですね。実際もうちょっと細かく分かれるんですけど、大雑把にはこんな感じです。じゃあどの鋼がいいのかっていうと、これほんと好みの問題だと思うんですよね。硬くてビッと切れる包丁がお好きやったらこの青紙1号とか白紙1号がいいでしょうし、ただここの2つはめちゃくちゃ高いので、もうここら辺の本焼きの包丁と考えただけでもう僕はもうゾッとしますもんね。多分ちゃんと頼めば多分40万とかするんじゃないですかね。っていうところで女性を置き去りにしたこの男のロマンの話はここで終わりです。すっごい細かい内容を長ったらしく話しちゃいましたけど、もし今後包丁を購入されようと考えている方の何かの参考になればいいなとは思います。で、こちらの切り付け牛刀のステンレス包丁なんですけど、最後ちょこっとだけ話しますね。もう最後ですんで。こっちの鋼の包丁が島根県は出雲地方の日立金属さんの安木鋼ってやつで作られてるんですけど、これはまた別のとこが作ってる、ステンレス鋼になります。こっちは島根県ですけど、こっちが福井県の、越前市にある確か竹府特殊鋼材さんやったかなが作られてる材質なんですけど、これ読み方合ってんのかなV 金シリーズっていうのがありまして、この V 金の V っていうのがバージンスチールの確か V やったと思います。で、これが V 金10号って言われる材質ですね。ざっくり言うと V 金シリーズの中でもコバルトとかを入れて、錆にも強くて切れ味が長持ちする、そういった特徴のある材質ですね。一回自分で研いでみたんですけど、結構研ぎやすかったですね。研ぐのすんごい苦労したっていう感じではなかったです。ちなみにこれ全部がその V 金10号っていうわけではなくて、真ん中に V 金10号と言われる材質があって、その両端から金属でバーって重ねてる感じです。で、何層にもバーって重ねてるからこういったダマスカス模様が出たりするんですけど、だからダマスカス模様だから切れ味がすごくいいっていうわけではなくて、この中心に入ってる材質が何かっていうのも結構大事やったりします。このダマスカス包丁に関しては。いや、この動画大丈夫かなもしこの動画のこのパート3のこの最後まで見たよって方がもしいらっしゃいましたら、多分僕とものすごく気が合うと思います。おそらくそういった方はもういないかなと思うんですけど。で、散々ここまで言っておいて、こういった白髪とか青髪とか言っておきながら、V 金10号とかも言っておきながら、初めて料理をしようと思うんで包丁を買おうと思ってます。おすすめはって言われたら、僕はこの4本をおすすめします。本当にスーパーとか、ホームセンターとかで買えるような1000円、2000円ぐらいのこういった包丁なんですけど、多分僕がもう6年、7年ぐらいずっと使ってる包丁でして、この4本は。正直全然事足りるんですよね。こっちに関しては僕の自己満足の世界なので、ちゃんと手入れしてあげれば、こういう風にちゃんと切れ味も長く続くし、で、なおかつステンレス包丁なんで、まず錆びないんですよね。手入れがすごく楽っていうのがありますもんね。だから最初の1本はこういった三徳包丁とか、これちょっと特別ですけど、牛刀とか、そういった万能包丁で、ホームセンターとかにかかってあるやつで、これかっこいいなってビビッときたやつを選ばれたら全然いいと思います。結論、何を買うかっていうのも、それを買ってどんだけ可愛がってあげるかっていうことだと僕は考えてます。包丁は。っていうところかな。ごめんなさいね、ずっとこんなね、長話ばっかりしちゃってね。もう包丁愛がすごすぎるもので。ということで今回の僕の包丁紹介はここまでにしようと思います。で、さっきも一度お話ししましたけど、この僕の包丁の手入れの方法とか、そういったものが気になるよって方はぜひコメント欄の方に書いていただければなと思います。さすがに今回ほど長話は僕しないと思いますんで。ではですね、本日はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。